皆さんこんにちは、ガジェログです。今回はこちらになります。オールドキューブの iPlay 50 mini Pro という 8.4 インチの Android タブレットをご紹介したいと思います。先日はですね、こちらにも出ていますが、このモデルに対しまして無印のタイプをレビューしているんですが、さらにこのプロモデルはパワーアップしているということで、非常に期待が持てますね。無印との違いも含めまして、これからレビューを行っていきたいと思います。では本日も行ってみましょう。ということでね、パッケージ内容がこの通りになっています。まずタブレット本体ですね。そして上から SIM ピンが入っていました。加えて日本のプラグに対応しました USB の充電器も同梱されています。そして USB-C の充電ケーブルも入っています。そして日本語に対応しましたクイックガイドも同梱されています。加えて今回ね、オールドキューブさんから送っていただきましたのがマイク付きのイヤホンが入っています。そして USB-A を USB-C 規格に変換するアダプターも同梱されていました。またこういったね、タッチペンも入っていまして、この後に実際どんな感じで使えるのか見てみたいと思います。加えて一緒に送っていただきましたのが、こちらの、ね、専用の保護ケースがありまして、いわゆるね、この風呂蓋タイプになっています。これあるとね、やっぱり便利ですね。じゃあ実際にはめてみたいと思います。こんな感じで装着できました。いいですね。本当にジャストフィットしています。そしてこういった Bluetooth キーボードも送っていただきまして、後ほどペアリングして PC ライフにテキスト打ちなどね、やってみたいなと思います。というわけで保護シールね、すでに剥がしているんですけど、本来は通常仕様で使うことができる保護フィルムが貼られているんですけども、それもね、一緒に剥がしてしまいまして、くちゃくちゃになってしまったのでね、全く使えない状態になってしまいました。ということで、ちゃんと最初から保護フィルムが貼られていましたので、その点だけ付け加えておきたいと思います。では外観を見ていきたいと思います。まず特徴的になりますが、シングルカメラになりますけども、このアウトカメラのスペックは1300万画素となっています。それに対しましてフロントカメラは500万画素になっているんですけども、残念ながら顔認証には対応していませんので、そこもね、ちょっとご注意ください。そしてね、この片手サイズで持った感じ、非常にね、持ちやすいんですけど、サイズがですね、この縦に関しましては 202.7mm、そしてこの幅は 126mm、加えてこの厚みになりますけども、7.5mm と非常に薄くなっていますね。そして重さになりますけど、306g となっています。では、重さに関しましては、実際に計測してみたいと思います。このスケールですとね、306.5g となりましたので、本当に小さな誤差になっていますけども、スペック値とほぼ同等になっています。そして正面に対しましてボディの右側になりますが、こちらに電源ボタンとボリュームキー、上げ下げになります。そして反対側には SIM のスロットとおそらくマイク穴だと思われます。ただこの SIM ピンの穴に対して非常に近くにこのマイク穴があるので、間違ってね SIM ピン挿してしまわないように気をつける必要がありますね。で、加えて 3.5mm のイヤホンジャックもついていますのでね、まだまだ必要としている方多いですので、ついていると便利だと思います。そしてこのね、カメラ位置から見て上部になりますが、なんと上に USB-C のポートがついていました。これね、なかなか位置的には面白い位置にありますけども、上側についています。そしてこの下側になりますが、シングルスピーカーのみになっていますね。この辺はね、ちょっとデュアルスピーカーでないのは一つ残念なところではあります。ですので、しっかり音楽を聴きたい方や映画など見たいという方は、ワイヤレスイヤホンなどを使って、もしくは 3.5mm のイヤホンジャックを使って楽しんだ方がいいんじゃないかなと思います。では、この SIM スロットを開けてみたいと思います。ということで、すでに SIM カードが入っているんですけども、povo の SIM カードをもう挿入してありまして、ナノ SIM カードと、そしてナノ SIM カード、もしくはナノ SIM カードとマイクロ SD という感じで使うことができます。加えてですね、ネットワークに関しましては 4G LTE に対応していまして、音声通話、いわゆる電話機能として使うこともできますし、またデータ通信でインターネットを楽しむこともできます。加えてね、ざっとスペックのご紹介になりますけども、搭載している CPU になりますが、メディアテック製のヘリオの G99 が搭載されています。無印の 50mm がユニソック T606 を搭載していましてね、アンツツベンチマークで言うと頑張って24万点ぐらいだったんですけども、このヘリオ G99 ということで非常にね、パワーアップしています。後ほどアンツツベンチマークのスコアをご紹介したいと思います。またここもね、強力な点になりますが、メモリーとストレージになりますが、物理的なメモリーとしましては 8GB 最初から搭載していまして、加えてですね、仮想メモリーとしてさらに
追加で8ギガ加えることができるので、合計で16ギガまで増強することができます。ストレージに関しましては256ギガとね、結構大きな容量が積まれているので、マイクロ SD も搭載することもできますので、ストレージに困ることはないんじゃないかなと思います。これに対しまして、無印の 50mini は物理メモリーが4ギガで、仮想で8ギガになっているので、合計12ギガとなっています。ストレージは64ギガですので、全くね、その数値として違いますので、本当にプロ仕様になっていると思います。そして Bluetooth もね、若干違いまして、このプロは Bluetooth 5.2 に対応しているのに対し、無印は 5.0 となっています。またバッテリーの容量も、こちらは 5000mAh です。無印は 4000mAh となっています。大体ですね、そのあたりのスペックが違うということになります。ただスペックの面で、ここだけはちょっと残念な点っていうのがありまして、それはワイドバインの L1 というものがあって、Netflix や Hulu とか Amazon プライムビデオとか、ワイドバインの L1 に対応していると高画質モードで再生できるんですけども、それに関しましては、このプロモデルはなんと対応していないんですね。しかしながら、無印のタイプは対応しているというね、ちょっとここは意外な違いっていうのは出ています。ではこの後電源を入れてちょっとね、動かしてみたいと思います。ということで、ファーストタッチをまずやっていきたいと思います。すでに日常使いのアプリがインストールされている状態です。この上で動作がどんな感じかをご覧いただければと思います。まず、スワイプしてみますね。こんな感じになります。非常に速いですね。めちゃくちゃ速いですね。で、さらにですね、このようにコントロールパネルを開きますと、このように明るさ調整をここですることもできますね。ということでね、最初の動きとしましてはめちゃめちゃ印象がいいわけですので、これからしっかり使ってみた上で、ファーストインプレッションを後ほどお伝えしたいと思います。あれからですね、しばらく使ってみた上でのファーストインプレッションをお届けしたいと思います。まず最初に気になりますのは動作感ではないでしょうか。では動作を見る上で一番最初にですね、毎回やっていますけど、Google Earth でどんな動きになるのかをご覧いただければと思います。今ね、Google Earth を起動しましたけども、このように見ていただきますと、3D の表示に関しましてめちゃめちゃ描画が早いんですね。読み込まれていって描画されるっていう流れになりますけども、初めてこのように表示されるところでも非常にサクサクと描画してきてくれます。こんな感じでね、描画に関しましてカクつくことはほぼないかなという感じですね。そして 3D 表示にしますと回転をしてくれるんですけども、引っかかりがほぼないっていうのがわかるのではないでしょうか。50mini の無印になりますとちょっとね、カクつくんですよね。読み込みがされているんですけど、描画が追いつかないということで、ここがカクつくことがあるんですけど、ヘリオ G99 のプロモデルに関しましては、全くこのカクつきがないというのがよくわかります。ではですね、旭山動物園までこの Google Earth でその描画がどんな感じかご覧ください。はい、今からですね、東京ディズニーランドから旭山動物園まで行っています。はい、引っかかりもなくスムーズに移行できました。さらに 3D 表示にして見てみたいと思いますが、はい、すごい滑らかですね。もう自分の思い通りに動いてくれます。こういう感じで滑らかに描画してきてくれます。これは今まで触ってきたこういったミニタブレットの中ではめちゃめちゃ動作は本当にスムーズだと思います。今接続していますのは光回線の5ギガ帯で接続しているんですけども、全く申し分ない速度でインターネットもつながっていますね。iPlay 50 mini Pro のキャッチコピーでも使われているんですが、新登場8インチ冬の時代は終わりというキャッチコピーを使っているんですが、本当にね、動作に関しては全くね、申し分ないなと思います。そして東京にまた戻りたいと思いますが、どうでしょうか。引っかかりもなく描写されていまして、東京ディズニーランドの上空に戻ってきました。そして 3D 表示をして東京の街中の方へ行きたいと思いますけども、インターネットのね、回線で読み込まれた後にすでに描写の方がその後続いていきますけども、めちゃめちゃ早いですね。全くもたつきはありません。では次は Chrome のブラウザを使いまして Yahoo ニュースを表示しています。実際どんな感じで表示されるかご覧ください。まずこのように下の方にね、スクロールしていきたいと思いますが、ちょっと早くしていきますと、はい、リフレッシュレートは高くない感じですね。通常の 60Hz と思われます。しかしながらね、引っかかって止まるようなこともありませんので、非常に快適ですね。
ということで動作感に関しましてアンツツベンチマークをここでご紹介します。 iPlay50 mini Pro のアンツツベンチマークのスコアは私がやったテストの場合ですと40万129点となりました。ヘリオ G99 でこの点数が出てきましたけど、もう申し分ないですね。バージョンは 10.0.7 となっていますけども、動作感に関しましてはね、一昔前の Android タブレットをね本当に凌駕してるんじゃないかなと思います。日常使いであればもうこのぐらいの数値があれば本当にサクサクとぬるぬると動いてくれます。ちなみに先ほどメモリーの拡張ができるとお伝えしましたが、設定の中にメモリーエクスパンションというのがありまして、ここをタップしますとメモリーを増やしますかっていうのがねここにありまして、どれぐらい増やすかっていうのがこちらになっていて、今私は8ギガ増やしてある状態になっています。もともと内蔵の物理メモリーが8ギガ、加えて仮想メモリーとして8ギガになっているので、なんと合計でねもうすでに16ギガまで上がっています。ここまで上がりますともう動作感に関しましてはね、仮想メモリーを使ってなくても違いっていうのはわからないかなっていうレベルになっていますが、どうせ上げられるならねもう一番モリモリにしておいてもいいんじゃないかなと思います。ではディスプレイの品質もちょっと見てみたいと思いますが、このプロモデルは 8.4 インチに関わらず 1920×1200 のピクセル数になっているフル HD なんですね。ですので非常に高精細のディスプレイとなっています。このように拡大してみても文字の粗さっていうのは全く感じることはありません。めちゃめちゃ綺麗だなと思います。その流れで YouTube 上にあります 4K 動画を流しているチャンネルがあるんですけども、そちらの動画をこれから再生してみたいと思います。すでに高画質モードに変更してあって今 1440p まで上がっています。この状態からスタートしてみたいと思います。ということでね、めちゃめちゃ綺麗なんですけども、いかがでしょうか。カメラ越しだとね、ちょっと伝わりにくい部分もあるかもしれませんけど、肉眼で見てもね、めちゃめちゃ綺麗なことがわかります。この水面の水の動き、そしてボートのね、作ったこの波もはっきりと見ることができますし、ぼやけていることはありません。そして今、山並みのこの稜線もはっきりくっきりになっています。また、氷河がこのように流れている映像ですけども、繊細にね、描かれていることもわかります。ここに今、小さなね、バイクなのか車なのか動いていますけども、これもはっきりと描写されていますね。ということでめちゃめちゃクオリティの高い液晶が使われています。 8.4 インチながらにフル HD の再生が可能となっています。ずっと見ていたくなるような映像です。ということでね、ディスプレイの後に確認したいのは音質ではないでしょうか。ただ先ほどもご紹介しましたように残念ながらシングルスピーカーとなっていますので、あくまでもこんな感じということでお聞きいただければと思います。では今からね、ちょっと音を流してみたいと思います。ということで今ね著作権フリーの音楽を流してみましたけども、いかがだったでしょうか。印象としましては AM ラジオよりも良くて FM ラジオよりも音質が下がるかなという印象になっています。シングルスピーカーとはいえめちゃめちゃ音質が悪いわけではありませんので、特にラジオを聴きたい方やポッドキャストとかね、そういった系を好きな方にとっては全然申し分ないんじゃないかなと思います。そして次に気になる点としましてはですね、こちらにありますが電話機能ですね。これが使えるっていうことはいわゆる SIM カードをね差し込むことができるわけですので、早速ですねこちらの SIM スロットに POVO の SIM カードを差し込んでみました。その結果ですね、もうすでにここにアイコンが出ているんですけども 4G ボルテと表示されています。 POVO の SIM カードを差し込みましたら最初から APN 設定も入っていまして、ボルテにつながりまして通話もデータ通信もいきなりできる状態になっていました。これは本当にありがたいなと思います。私の環境下ではちょっと POVO しか試すことができていないので、それ以外に関しましてはねちょっと不明となっています。ではその他ですが、先ほどご紹介したこの保護ケースね、こんな感じで装着できますが、ご覧の通り開け閉めで電源が入ったり落ちたりっていうことはねちょっと残念ながらこれではできません。しかもフロブータタイプになりますとね、こういう風に三角形に折りたたむことができるので、こんな感じでスタンドできるのが非常に便利だと思います。そして先ほどご紹介しましたこの Bluetooth キーボードを使えばちょっとね PC ライブにテキスト打ちなどできるようになります。今表示していますアプリは Google Keep になっています。
という感じで打つことができます。はい。こんな感じでね、オールドキューブと打つことができます。ということで、この Bluetooth キーボードは必要な方はね、合わせて購入されるのもいいかもしれません。こちらのタッチペンも送っていただいたものになりますが、Google Keep で描画していますけど、ちゃんと使うことができます。ちょっとね、やっぱり追従するのが遅いっていう面もありますけど、とりあえず使うことが可能となっています。そして反対側にはこのようなペン状のものもついていまして、こんな感じで使えます。はい。オールドキューブってね、今やりましたけども、しっかりね、使用することができます。というわけで今回オールドキューブの iPlay 50 mini Pro をご紹介しましたけどもいかがだったでしょうか。もうね、触った感じの印象とね、めちゃめちゃサクサク動いてくれるので、特に iPlay 50 mini の無印のタイプを使っている方からすると、本当にね、このモデルにアップグレードしたいんじゃないかなっていう方は多いと思うんですけどもね、購入する価値っていうのは十分あると思います。特にアンツツベンチマーク40万点超えっていうことになりますとね、実際に使ってみたとしてもね、もうぬるぬるサクサク動いてくれて、申し分ないんじゃないかなと思います。というわけでね、気になった方は概要欄にリンクがありますので、ぜひそちらからご覧いただければと思います。というわけで、この動画良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。